なやり方、その一瞬きれいに。で、2枚、1枚。もういつも変わらずめちゃくちゃ美味しかったです。はい。もう何回来ても飽きないぐらい海鮮丼のバリエーションが毎回違うので、毎回満足して帰れることです。はい。醤油は高い。お店の感想をめっち伺いたい。ゃ独特やったね。エビでした。こんなん初めてやった。大と思うんです。体毎週土曜来てる感じですね。まあ純粋にラーメンと海鮮が美味しい。ものの内容を考えたらリーズナブルで、特別感があるラーメン。美味しいラーメン屋さんはいっぱいあると思うんですけど、やっぱ来るお客さんがそれは全員ではないですけど、このラーメンで感動したとか、海鮮丼食べてこんな満足になって幸せになったんが、このラーメン屋さんで初めてだとか、すごい満足して帰ってもらえるのが、僕もずっとお客さんやって、もうドハマりして週3で通ってたんですけど、よそのラーメン屋には絶対ないな。だから本当に素材も化学調味料一切使ってなくて、こんだけ中毒性のある味を出せてて、素材の味を生かして、こだわり持ってできてるラーメンをやっぱみんなに食べてもらって喜んでほしいかなと思ってます。うちも欲しいんで。それの方がいいな。はい、さあしました。今もらっていいですか。これですか。これになって入れていただき。で、オマールこれ印刷撮影終わったら鬼柄後で外すから向こうで。で鬼柄は見たらうわいいな、オマールごっついなって思うようなやり方。その一瞬きれいに。で、基本これ用にちょっと大きく。普段入ってなかった。取られた側の意味が出てくるとか。入れといて私。海鮮のどうするの向こうでこう。2枚、1枚。
1万円つけるこれがすぐ作ったよ。作り方知らんの？左だけドリブルを取ってオマールの仕込みの量は毎日この量されるんですか？これ大体2日か3日に1回はい。榎本さんが何も反応してない。呆れてる時に榎本さん。榎本さんおもろい時にちゃんと反応するから。反応せん時は呆れてる時は。そういうところで。はいこれはちょっとゆらでバキッと出すずーっとこうやってこのなんかこう育て基本イタリア人のこれ出汁の取り方なんだけどブロードっていうんですよイタリア人ってどうやってお魚とかこれペッシェっていう海のものの出汁取り方とかポンプロディブロードっていうそのチキンのブロードは、ポンプロディとかは沸点に近いものでやるんですよ、ボコボコなってない状態で、なんでイタリアはペッシェっていうのは基本的に柄入れたら氷入れてそれを溶かしながら出汁取っていくんですよこれイタリア流のブロードの取り方なんですよそれが一番綺麗に出汁が取れるっていう皮から何ができると思います菌効果があるんですよはい。そうなんで除菌効果を生むためにこの茶色でこれアクスを吸ってくれるんですよエビ油がね、分かるやつはちょっと油で味が出ないんですよ、やっぱり外角が硬い分、甘エビの方がエビ油作りやすいんで甘エビの頭で甘い作ったのを料理の基本はもう捨てないっていうのが基本なんで、僕らはその甘エビも入れて、骨格にちょっと補強を入れて、その揚げてあるんで香ばしさが出るんで。ホタテ貝の肝ですね。あとほったらかしです。あ、そうです。はい、ほったらかしっていうかもう一回沸騰手前になったら火弱めて、沸騰せずにずーっと、沸騰すると湯でこしすぎるとエビからアクが出る。酢飯ではないですけど醤油とエビオイルと合わせて海鮮丼の魚と合うように混ぜご飯にします。
出しておきます。赤か石持っていく部分か出してもらうかな。何も触らず火加減だけで調整してで1日寝かしてで全部こして潰してスープにします。エビってね、基本的な成分がコラーゲンと水分が大体エビっていうのは外殻もこの硬いのも入れても 85% ぐらいが水分でできてるんですよ。であとは外殻がセレンとかキチンっていう成分でできてるんですね。内核も基本の成分が、あと 5% ぐらいが他のものでできてるんですけど、ほんまに食べるスーパーフードでセレンとかキチンっていう成分は美容とかにもすごいいいんですけど、何よりリコピンっていうトマトの中に入ってるリコピンってトマトの中のゼリー部分にいっぱいあるんですよ。それと結合するんですよ。へえ、相性がいいんです。そうなんですよ。でその粒子たちがエビの粒子たちがそのリコピンを見つけるとくっついていくんですよ。なので味がこう一つに固まるんで、それに返しとかエビ油でその分子をコーティングしていくでそれができてないとなんかこう食べてるとまばらな味に感じるご飯お料理っていうのは基本的にそれがもうまばらに計算されてないっていう配列がもうむちゃくちゃっていう。笑ってないです。今日よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。1年修行と10ヶ月ぐらい教えてもらって今おるんですけど、どうですか、修行時代は厳しかったですか？カットであれはいろいろ言いますけど3回ぐらい泣かされてますこの年で。はい、土下座してもう一回チャンスください。まあ僕は悪いですけど、作るだけだったら1ヶ月あればどんな人でもある程度作れるようになると思うんですけど、1年修行しとったのは料理に対するあり方とか考え方とか、3ヶ月ぐらい接客完璧になるまで食材触らせてもらえなかったんで、早く作り方を教えてよとかありましたけど、お客さんに対して本当に来てくれてありがとうって口だけじゃなくて仕込みから準備から全部それが本当の思いが伝わる、そういうところからずっと教わってた。時間はすごい1年ずーっと修行してましたけど、やり方じゃなくてあり方の部分すごいずっと教わってて、そこはずっと今後も生かしていきたいなと思ってますね。でオーナーが離れられると結構寂しいんじゃないですか？そうですね。
低温調理でこうしたオマールエビの頭のお味噌、でこちらがパルメザンレッジャーノチーズでオリジナルの信州味噌でブレンドしたの味噌、オリジナルの13種類で合わせたオリジナルスパイス、クレイジースパイスって呼んでます。これで味がキュッと締まるんですよ。エビのオイル、ポルチーニだけとか入ってる白の返し、赤の返し味噌。これも全てエビ入ってるんで、これにもオイル作った時のエビの柄も全部粉砕してなんか混ぜてるのと、これ返しですね。塩と味噌の返しで、基本のスープがパイタンスープで、今日朝のマルヘッドでずっと5時間炊いたスープで、でこれに味噌ベースで全部オリジナルでこう合わせて作ってるので、味噌と塩があって、で一応今回限定で出してるんですけど、3月からちょっとあっさりチンタンスープって言って、澄み切った最初の浅いスープというか、スープがどうしても濃厚なんで毎日できるだけさっぱり食べれる方用の一応メニューも置いときたいなと思って、最後の先代の考案してもらって、チンタンスープとパイタンスープで、パイタンの方が味噌と塩っていう形で、いや本当スープから見せていただいたんですけど、すごい豪華ですよね。原価かかってます。ここからはどう企業努力していくかですけど、原価かかってます。いらっしゃいませ。チンタンと足元入り口段差ございます。入り口段差ございます。いらっしゃいませ。はい、いただきます。お待たせいたしました。こちら塩になります。貝飯のチーズ。だから言ったら別に引き返してみましょう。ご飯の全然足りない。この3、4、2。先に海鮮丼のそつる貝だけ頼むわ。はい。1S あります。いいよー。混ぜそば L の卵あり書いといて、伝票。はい。
麺の方は梅ヶ谷製麺の、うちオリジナルの、ブレンドで特注してもらってます。で特徴としてはキャッサバ、ピスタチオの粉で、弾力があってもちもちに歯切れもいいような麺、中太ストレート麺になります。すべてのラーメンは同じ一つの。まず今の麺は海鮮丼も含めて食べるのに少しでもちょっと時間かかる提供になってるんで、麺が伸びないように中太使ってちょっと時間経っても全然美味しさが損なわないような感じでブレンドしてもらってるんですけど、やっぱ食べやすさとかラーメンっぽさっていうところで3月からは普通のラーメンは少し麺を細めに仕上げて、で卵かけ麺 TKM っていう冷やし麺があるんですけど、冷やし麺と混ぜそばは少し太麺で、今よりもちょっと少しだけ太くして食べ応えがあるような感じで、冷やし麺の場合はもうもちもちつるしこ食感になるんで、10分茹でて冷やすとめちゃくちゃもちもち食感になるんで、それで太めのちょっと使ってます。はい。のり。限定。はい。あ、ごめん。目あげます。はい。少々から失礼します。お待たせいたしました。限定の中華そばになります。はい。ご安いネギありますか。大変お待たせいたしました。混ぜそばの L になります。はい。醤油後から。はい。富山のブリ、で和歌山のマグロ、で横輪がやろうとして危なかった。ありがとうございます。お出口の方段差ございますんでお気をつけください。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。初めて。あ、初めてですか。私がね近所に住んでるので、よくこの辺は遠の後って言ったんで近所になってたんですけど、お店の感想をめちゃ伺いたい。めちゃ独特やったね。駅でした。こんなん初めてやった。なかなか他のラーメン屋さんではないですよね。絶対ない。ない。もう絶あん対ない。なもう海鮮丼がついてるセットのエビなんてエビのラーメンなんてない。僕は今日食べてへんけど、彼女が食べてた味噌の方がなんかちょっとスープ飲んだ感じええなと思ったけどね。濃厚でした。大体毎週土曜来てる感じですね。まあ純粋にラーメンと海鮮が美味しいところですかね。今日は初めてというか限定があったんで食べてみたんですけど、結構いつもと違う感じでしたけど、麺も細麺でしたし、でも美味しかったです。ものの
内容を考えたリーズナブルで、特別感があるラーメン。やっぱり他とは違いますかね。あんまりないですよね、そのね。今日は塩ラーメンの海鮮丼セット。今日のお味いかがでしたか。美味しかったですね。海鮮丼もなかなかないですよね、ここないですね。ラーメンに海鮮丼ってそうそうないですよね。先代とよく仕事を隣でしてて、先代の尋常なない仕事のスピードで、一人でここ50人昼だけで回すんですけど、いつも隣で言われてたが、雑な適当な仕事をするなと、遅くて丁寧な仕事は誰でもできる、早くて丁寧な仕事を常にしろと、めちゃくちゃ早かったです。限定多分めちゃくちゃ変わってる。ラーメン持って行ってもらえる？焼きチーズ俺その後するわ。よっ。限定でどっちか選べる。上の限定で。ネギ少ないな。わかりました。これどれがどうですか？味変で。この後説明します。前で盛り付けるな。真ん中の半皿付けお願いします。すいません、少し狭いですけど。もう何回も、来させてもらってます。もういつも変わらずめちゃくちゃ美味しかったです。もう何回来ても飽きないぐらい海鮮丼のバリエーションが毎回違うので、毎回満足して帰れることです。初めてです。美味しそうなご飯屋さんがないかなと思ってで調べてて、結構前にそう見つけてたんですけど、いやいや美味しかったです。今日味噌のラーメンと海鮮丼食べましたね。海鮮丼いかがですか。いや美味しかったです。なんか今日8キロのブリ、でっかいブリをこう朝から仕入れてさばいてくれたっていう話で、はい美味しかったです。また海鮮丼食べたいです。はい。ラーメン美味しかったです。はい。まあ味噌がさっていける感じ。思われるってあんまないんで、はいまあ来るやろうな。はい。いや良かったです。またこっち来たいな。
じゃあお願いしますって言ってくれたら俺やるから。はい。セッティングできてないかも。少しだけ。まだ早い。いや、いいよ。オーダーとか聞いてもらったら。はい、ありがとうございます。対戦行くで俺。テーブル席お願いします。ラーメンのお味。準備していいかな。前からでもいいよ。はい、以上です。ラーメンの麺入れます。はい。
高畑さんにとってですね、ここは特別だ、ここは名店だと思われるお店をご紹介していただきたいんですけれども。ラーメン屋さんなので、ラーメンっていうラーメンのジャンルで選ばせていただきます。まず河内小坂の美汁美麺うまみさんですね。チャーシューのこだわりもそうですし、無加水であそこまで、僕塩ラーメン好きなんですけど、塩ラーメンってもう美味しいお店と美味しくないお店分かれると思ってて、こだわった塩ラーメンとわさび丼、山わさびの丼、あれが好きで、いいお店だなと思います。2軒目が麺屋谷野さんで、京都の八幡のすごい行きづらそうなところにあるラーメン屋さんなんですけど、2000円3000円のすごい単価の高いラーメンで、マスターがイタリアン出身だとは思うんですけど、いろんな限定ラーメンも含めて1万円のラーメンも出してたり、毎回行って感動するラーメンを提供してるお店です、はい、ぜひ行ってみてください。いつも食べられるラーメンってあるんですか？いつも食べられる、もういろいろ食べてしまうんで、はい、なんか種類がいっぱいあるんで、すごいです本当に。じゃあもしよろしければもう一件お願いします。もう一件は、今年の6月か7月か6月頃、岡山の方でオープンしますけど、岡山でちょっと遠いんですけど、うちの先代のシェフがイタリアンの会員制のお店するんですけど、この本店でも月に1回イタリアンのフルコースやってて、もうそれは正直人生において絶対食べて損はないフルコースになってますんで、ぜひ食べてほしい名店にまだオープンはしてないんですけどなると思いますんで、先に紹介しておきます。はい、店名はもう決まってる？店名はルッソというお店で、その人のスペシャルオーダーなフルコースになるとの店になると思いますんで、ぜひチャンスがあればぜひ見てください。同じ味をずっと守ってきた1年かな思ってるんで、経営の部分も含めて、こっちでアイディア出して、お店をどうやったらもっと良くするかも自分たちで、次はやっていく番なんで、いい機会にしようかなとは思ってますね。